通に塗ると似合わない族の顔を落とした後も潤いが続くフランス製です。はいどうも DJ 過酸化水素水です。普段は DJ として橋本商事の社長として活動させていただいております。今日は女の子っぽいメイクをやらせていただきました。それではどうぞ。使ったカラコンはロシアンベルベットのグレーです。あんまり目が大きくならないんですけど、すごくハーフっぽくなって髪の色とすごく合うなと思ってこれをチョイスしました。ファンデーションを塗る前に使ったのがメイベリンニューヨークさんのベイビースキンプライマー01のナチュラルです。毛穴を埋めてくれるっていうか透明なんですけど、すごくこうフィットして、その後にお粉をはたいた時に綺麗に何事もないみたいな感じにもうマジでなかったことにしてくれるんで、旅行中に紛失したことがあるんですけど、羽田空港を走り回って買いました。不老不死イオンデクッションカバータイプライトベージュです。明るめの色をチョイスしました。クッションファンデなんで、もうメイドインジャパンっていうところにすごく惹かれたのと、日焼け止めも入ってるので重宝してます。なんかお肌にいいっていうことがそのパンフレットにめちゃくちゃ書いてあったので、お肌のためにも使っております。セザンヌウルフア仕上げパウダー01ルーセントベージュ。不老不死さんを全体的に塗った後はセザンヌさんのウルフア仕上げパウダー01ルーセントベージュというカラーで SPF16PA プラス2が入っています。おしろいなので、さっきのメイベリンのポアプライマーのところにポン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 ってやると見事に毛穴スーって隠れます。テカりたくないところにバーってやります。目頭と頬の部分に使用したチークがキャンメイクグロフルールチークス03番です。チークが普通に塗ると似合わない族の顔をしているので、わざとこことここにのせてポイントとして使っています。そうするとちょっとだけ彫り深く見えるというか、髪と頬のこの距離感が、非常にこうドーリーな感じになるので、基本的に丸くグリ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 みたいな感じで、ここの目頭の部分は横にスス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 って入れます。一回チークをスタンダードな位置に入れてみたんですよ。そしたら私の骨格が男性っぽいというか、周りから女装した男みたいって言われてチークつけたくない、でも顔色を悪く見せたくないなって思ったら、球体関節人形のドールちゃんたちを見てたら、あ、ここにチークってつけてもいいんだって思って、それからこう丸くつけるようになりました。アイシャドウに使用したのはキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの15番です。使用したのはスタイル2とブラウンのライナーの部分なんですけど、スタイル2のオレンジのカラーを二重ラインの上らへんまでグワーッと入れて、涙袋の部分をあえて避けて下にグッて潜らせる感じで薄くのせました。その後にライナーで二重幅の線をこう描くようにちょん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 ってやった後に、またこの涙袋の下に薄く入れました。何も描かなくても涙袋があるように見えるというイリュージョンです。アイライナーに使用したのがキャンメイククリーミータッチライナー02番です。気持ち垂れ目っぽく描いて、でなおかつこの石灰ラインを描いてちょっとアンニュイな感じにしました。
チョコみたいに溶けるって書いてあったんですけど、本当にチョコみたいに溶けて、おすごいと思ってすぐ触ると伸びちゃうんですけど、時間が経つと本当に定着して全然落ちないんですごいおすすめです。マスカラはメイベリンラッシュセンセーショナルフル&リッチ01のブラックです。私上には絶対つけない派なんですけど、下まつげ全体に結構濃いめにつけて、さらにアンニュイな感じにしました。つけまつげはミッシュブルーミンアイラッシュナンバー03番ピュアスイートを使用しております。横幅も少なくて長さもあんまりないんですけど、私はあんまり目の形的に横幅が長かったりとかまつげがすごい長かったりとかっていうのは似合わないので、基本的につけてんのつけてないのぐらいのつけまつげを探していたらこれに出会いました。もうこれ以外はほとんど使ってません。そしてここからピンクのウィッグをかぶる。でこのピンクのウィッグのポイントなんですけど、根元の部分がちょっと黒くなっててなんだか地毛っぽいなみたいな。でちょっとピンクなんですけどダスティーピンクっていうか淡い感じのピンクですごく可愛くて、で前髪も厚ぼったくなくてこうシースルーバングっていうんですか、重たくならずウィッグなのウィッグじゃないのみたいなの境界線で、さらにこの長さがすごい良くてお手入れがしやすいのと絡まったりはしにくいです。リップに使用したのはイヴ・サンローランのボリプテウォーターカラーバーム9番のストリップミューフューシャです。水から生まれたカラーバームというのがすごく売りで、CM 見て一目惚れしたのと、結構ビビッドなカラーなんですけど、もともと唇が赤いのでのせたらあれ意外と合うなみたいな感じで通販で思い切って買ったんですけど、買ってよかったなって思います。最後に使用したのがキャンメイクジュエリーシャドウベールの03番です。これはめっちゃ新作なんですよね。カラーがピンクなんですよ。ここにペペペペペペペってこっちが大粒でこっちが小粒のラメなんですけど、こっちの大粒のラメを入れさせていただきました。すごいキラキラしてパーティーとか気分を盛り上げたい時とかまぶたの上に置いてもいいと思いますし、涙袋に入れても可愛いと思います。私はここに入れましたけどね。どうですか？参考になった方も参考にならなかった方も、この動画が面白いと思ってくださった方はぜひチャンネル登録をして他の動画も見てください。それじゃあまた。